ここをもう大々的に大きな門構えにしたいんで、やっぱオリジナル的なスキヤ門にしたいと思って、これがスキヤ門の壁になります。瓦塀とそれからスキヤ門を設けたいと思ってるんですけど、ここをもう大々的に門構えとして大きな門構えにしたいんで、塀を道路の塀をもうブロック積んで基礎からできっていこうかなと思ってます。その前にやっぱりこの生垣を全部取って、スキヤ門だけちょっと瓦を入れて、周りだけに入れて、塀の方は結構ちょっとあっさりとした形で、だけどちょっと手前の方道路側においては人が見ますから、そこにおいてはちょっと工夫した形の植栽をして塀を引き立たせようかなと思ってます。次ここまで終わりましたから、こっちの方の取り掛かりに入りたいと思います。ここは今まで生垣があったんですけど、ちょっと塀にしたいと思って今戸ぼってでベース関係を今これから始めます。で、この間出来合いのものをちょっと置こうかなと思ったんですけど、まあこの雰囲気から言ってやっぱオリジナル的なちょっと変わった形のスキヤ門にしたいと思って、枠が全部話のコンクリート打ちで中に返しての格子とかそういうのは木で一応考えております。これね、鉄筋今立ち上げたんで、周り片枠を今度はやっていきます。そうですね、片枠っていうのはあくまで内径で、そこに生コン流し込んで外した時にその形になるわけで、以上これで片枠。よいしょ。
出ちゃう。これで、これだけではまだ全然圧で、生分の圧で相当これで、あとは片側。よいしょ、あと、これはね、これにあと2連を固定すれば、単管で。これが、スケモンの壁になります。今度は明日、脱雪するんですけど、こんだけの一流目なんで、脱雪はバケツで流し込むという感じで、このメンバー3人いるんで、人力でやっていきたいと思ってます。で、一応こちらの方も今日から入れて、ベース打って鉄筋を配筋したんで基礎ができましたから、だからこれからブロックを一応8段ぐらいかな、道路から見てだいたい1600ぐらいの、高さに行こうかなと思ってます。ちょっと天板の仕上げとか、どういう柄かっていうのはちょっと色合い的にはまだ迷ってるところなんですけど、ある程度やれば全体像が見えてくれば大体イメージ的にどういう色合いで形っていうのはある程度出てくると思いますけど。よいしょ。今日は一応ですね、金具がもう、1週間近く養生しておいたんで、今日は金具取っちゃいます。
こっちにはスラブ屋根を打ちたいんで、その型枠を始めます。これブロックここ先にですね、ここだけちょっとアクセント、この上に瓦を乗せるっつう段階です。ちょっと今下地やったんで、あとちょっと造形的に屋根の形を仕上げていくこと、これも下地になるんだけど、最終的には化粧しちゃうんですけど、一応屋根を今これちょっと重ねる。だからちょっと若干モルタルもちょっと発泡で軽いやつで一応仕上げます。はい、一応これで壁は下地は完成です。これで骨組みができたんで、こうやって塀と、それからこれ当然この部分において植栽とかいろいろと仕上げていくんですけども、であと好きなもの一応現場打ちっぱなしでこのようにできる。そうですね、もう我々ができる技術で当然木でこう作るのはライブじゃないんで大変なのですね。ただ中だけは引き戸はもうこれちょっと本職に頼んであります。匠さんで家具職人さんでやってる方がいますから、それにはもう寸法を渡して、私のイメージでだいたいこんな形のやつを一応頼んであります。ですからもう寸法通りに持ってきて枠にはめていくっていう感じですね。これはどうしてもここに入る引き戸は
全部木工なんで、天井だけでもちょっと木の雰囲気を出すために木目が出るようなあれで引いて出したんですね。この切符あれには出てると思うんですよね。ですからこれにちょっと色を今度はつけて、こっちの引き戸のあれと違和感がないような感じで仕上げていきたいと思ってるんですよね。でちょうど格子になるんで、向こうの手がドーンと見える。でやっぱしどうしてもインパクト、蔵のぶっかけの色をこの土台だけには入れた方がいいかなと。蔵と同じようにこの柱に関してはぶっかけをやります。珪藻土系のやつで塗って、で前面は石組みして、でこのあれは植栽をやっぱり通りなんで、やっぱり人に町の雰囲気的にも緑を一般他の方が住民の中でも雰囲気がいいような形に植栽を考えてます。はい。だからこれから本格的にもう正面を仕上げて、これからここまでできちゃえば、あとは化粧ですから早く進んでいくと思います。じゃあこれからちょっと瓦とか来た材料でちょっと仕上げていきます。はい。